こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は誰でも簡単に作れる直線縫いでできるエプロンの作り方を紹介したいと思います。前回の動画で型紙を作ってきました。定規を使って長方形を描くようにして作っていくと型紙が完成します。まだ見てないよという方はぜひこちらの動画もご覧ください。洋服作り挑戦してみたいけど難しそうで不安だなという方はこのエプロンなんかはとってもおすすめです。ぜひ挑戦してみてください。それでは早速始めたいと思います。スタート。よし、では早速作っていきましょう。まずは身ごろの脇を縫っていきます。脇っていうとこの前身ごろの前中心じゃない開く方ですね。どっちが裏なのかっていうのをこの裾のところ、裏面のところにあらかじめ印をつけといてあげてください。まずは前身ごろを開いて表面が見えるようにしておきます。そしてもう一つ後ろ身ごろですね。後ろ身ごろは特に両方ともピラピラと開いてしまうので、型紙を外したらすぐに裏面の裾の方、後ろ中心じゃない方がいいかなと思うんですけど、自分で分かるところに印を両サイドつけておきます。でここにこうやって前身ごろの脇と合うように重ねて、この両脇を縫い代1センチで縫っていきます。で反対側も重ねる生地の向きがやっぱりちょっと気をつけないと形が似てて難しいので、最初のこの印とっても大事です。ここ1センチで両脇縫ったらロックミシンで生地端の処理をしておきましょう。やばいやばい、すっかりやらかしてしまいました。最初に裾の縫い代を折ってから身ごろの脇を縫い合わせてあげていった方がいいです。理由は裾の縫い代 3.5 センチを一旦折ってあげると気づくと思うんですけど、後ろ中心は垂直なので普通に 3.5 センチ折っても何の変哲もない後ろ中心なんですが、脇の部分が今回斜めになっているので 3.5 センチで折るとこんな感じでね、裾の縫い代がちょっと飛び出てるのが分かりますよね。この部分がとっても厄介。もうねこのまま縫ってしまうと裾の縫い代が合わなくてダブダブになってしまうので、この飛び出ている分をカットしてあげてください。そうすると実際の裾の縫い代はこんな感じでちょっと内側にね入る感じの裾の形になります。前の方の脇も同じ開いてあげるとこんな感じでちょっとね内側にカックンと入ってるような形になるかなと思います。こんな感じで先に裾の縫い代を 3.5 センチで折って、で角の飛び出ている部分をカットして一度開いて1センチで折ってでアイロンをかけておいてから身ごろの脇の部分を中表にして縫いましょう。私みたいにならないように気をつけてくださいね。ミシンで縫う時にはこの三つ折りの部分は全部開いてあげて、でこのカックンとなっていたらこのカックンに対して平行に1センチで縫い代をつけるようにします。なので途中でミシンも方向転換をしてあげる感じになります。はい、という感じでちゃんと正しく裾を先に縫い代を折って作ってあげたらこんな感じで裾がピシッと裾の縫い代が揃うようになります。これがね先に裾の縫い代を折らないで飛び出てる分をカットしないで作っちゃうと縫い代がダボっと溜まって、ここでどうしても小さなタックを入れざるを得なくなってしまうので、是非裾の縫い代を先に折ってみてください。で
なんか私のねミスのせいで順番が行ったり来たりしてしまったんですが、ここでちょっと順番を確認したいと思います。生地を裁断したら、まず一番最初に裾の縫い代を折る。その後で前と後ろの脇しっかり確認して、中表に合わせて縫い代1センチで縫う。ミシンで縫ったらロックミシンをかける。で最後縫い代を後ろに倒してアイロンをかけてあげます。これで身ごろの部分は OK かな。はい、そしたら次に肩紐のパーツを作っていきたいと思います。肩紐のパーツを中表になるようにして合わせて、でこの輪じゃないピラッと開く方を縫い代1センチで縫います。ミシンで縫ったらこの肩紐を表にひっくり返すんですけど、ここの縫い代を一度開いてアイロンの先でちょっとこの縫い目のところだけ縫い代を開くような感じで、ここの縫い目のところだけにアイロンをかけておいてあげます。だからちょっとアイロンこの辺浮かしてる感じ、ここまでベッと押しちゃうとこっち側まで折り目がついちゃうので、本当にこの縫い目のところだけにアイロンをかけるようにして表に返します。でこの縫い目を揃えてもう一度アイロンをかけたら、両サイドにステッチをかけてあげましょう。肩紐ができたので、次に見返しを作っていきたいと思います。見返しは下の部分、縫い代をつけていない部分にロックミシンを全部かけておきます。後ろの見返しが1枚、2枚で、前の見返しが1枚ありますね。でそしたらこの3つをつなげていきます。斜め同士のところが合わさるので、ここを中表に合わせて1センチ、反対側も斜め同士のところが合うので中表に合わせて1センチで縫って、縫った縫い代は開いておきましょう。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。今回はパーツが全て出来上がったかなと思います。次回一気に組み合わせて仕上げていきたいと思います。肩紐をねつける位置がポイントなので、ぜひ一緒に挑戦してみてください。動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。